こんにちは。ゼロから行政書士第14回です。前回は行政行為の分類と効力を学びました。今日は行政行為の可視を取り上げます。可視とは行政行為にある結界のことです。無効と主張し、初期権主張しと撤回の区別が大きなポイントです。まず、可視ある行政行為とは何かを確認します。差しとは行政行為にある違法や不当などの結果のことです。結果があるといっても、その重さは様々です。そこで結果の重さによって扱いが変わってきます。軽い結界と重い結界では扱いを分ける必要があるのです。大きく取り消しうべき行政行為と無効な行政行為に分かれます。二つの違いを表で確認します。取り消しうべき行政行為は、可視はあるものの肯定力を持ちます。つまり、取り消されるまでは有効なものとして扱われます。一方、無効な行政行為は肯定力を持たず、初めから効力がありません。この区別の基準が、可視が重大かつ明白かどうかです。無効となる場合をもう少し見ておきましょう。通説は、可視が重大かつ明白な時に無効になるとします。これを重大明釈説と言います。誰が見ても明らかな重い結態があるようなイメージです。例えば、全く権限のない機関が行った処分などが考えられます。無効なら肯定力がないので、主張しの手綴をたなくても争えます。この点が取り消しうべき行政行為との大きな違いです。次に、行政行為を後から失わせる方法を見ます。大きく、職権主張しと撤回の2つがあります。職権主張しは、初めから可視がある行政行為を行政庁が自ら取り消すことです。国民が求める主張しとは別に、行政の側から出されたイメージです。撤回は、初めは適法だった行政行為を後の事情で失わせることです。名前は似ていますが、理由も効果も異なります。この二つの違いは試験で非常によく問われます。職権主張しと撤回の違いを整理します。職権主張しは当初からの可視を理由とし、効果は初めに遡ります。つまり、その行政行為は最初からなかったものとして扱われます。撤回は後から生じた事情を理由とし、将来に向かって効力を失わせます。遡るか将来だけかが大きな分かれ目です。また、撤回を行うのは原則としてその行政行為をした行政庁です。撤回をイメージでつかみましょう。例えば、適法に出した営業の許可を考えます。その後、重大な違反があったとします。この時、許可を将来に向かって失わせるのが撤回です。許可を出したこと自体は適法だったという点がポイントです。主張しや撤回には限界もあります。一旦出された行政行為には国民の信頼が生じます。そのため、行政庁が自由に取り消せるわけではありません。特に許可のように利益を与える行政行為の主張しは慎重に判断されます。すでに得た地位を突然奪われては困るからです。国民の利益と行政の適正さのバランスが問われるのです。ここで今日のクイズです。はじめは適法だった行政行為を後の事情で将来に向かって失わせることを何というでしょうか。A は職権主張し、B は撤回、C は無効確認です。少し考えてみてください。正解は B の撤回です。当初は適法、将来に向かって失うというのが撤回の特徴です。当初からキャシがある職権主張しとしっかり区別しましょう。今日のまとめです。差しある行政行為は取り消しうべきものと無効なものに分かれます。無効となるのは可視が重大かつ明白な時です。
職権首相氏は当初の貸しで遡をよし、撤回は後発の事情で将来に向かって失わせます。首相氏や撤回には国民の信頼への配慮という限界もあります。遡くよするか将来期かの区別をしっかり抑えましょう。次回は行政法の第4回、行政裁量です。カウサバ行為と裁量行為の違いを学びます。裁量の逸脱乱用と司法審査にも触れます。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。